ございます。今日は韓国間違えた。おはようございます。今日は香港の街中じゃなくて村の方にちょっとローカルな風景を求めて行ってみようと思います。行ってきます。香港の街ってすごい独特な匂いがあって、なんか場所によってはチャーシューの匂いだったり、今とかおかゆの匂いだったり、すごい美味しそうな匂いとちょっと吸えたような匂いがあちこちまだらになっていて、それがすごい香港っぽくていいです。電車で向かったのはチョイホン駅。駅前には香港に残る数少ない村、アウチー湾の賑やかな市場がある。私もここで朝ごはんにしよう。こんなんでいいかな。こんなんでいいかな。この店は紙に記入して注文する方式。このエビ餃子は絶対食べなあかんでしょ。揚げ春巻きとほんのり甘酸っぱいお酢。何食べるか決めてなかったけど、パリパリの春巻きが来たのでもらいました。地元の人ですごくにぎわっているヤムチャ屋さんに来ました。ちょっと何かもうわからないまま頼んだんですが、食べてみようと思います。皮に染み込んだ薄味の煮汁がじゅわっと出てくる。おいしい。この皮、おそらく湯葉的なすっごい薄い皮で、中にひき肉のあんなんですけど、そのあんにもいろいろ混ざってます。薄めのお汁に使ってて美味しい。中のあんもすごい美味しい。ひき肉と野菜なんですけど、ほぼ餃子寄りの具なんですけど、おいしい。春巻き。エビ春巻き。エビと何入ってるんだろうこれ。わかんないや。エビ中心ですごいシンプルな味の春巻きなんですけど美味しい。
导员嚟㗎嘛？係咪你㗎？是不是你的？我的。你小心啊！啊，謝謝。這樣啦。哦，謝謝。哦，謝謝。啊，謝謝。緊身啊！我睇唔到咁多嘢。謝謝。自己看住啊。あ、離れた椅子に荷物置いてたら気をつけなって注意してくれました。ちょっと危ないのかな。気をつけよう。すごい。エビがいくつ入ってるの？エビしか入ってない。このよく伸びるお吸い物の中に本当にエビが入ってるだけのシンプルな食べ物なんですけど、それが美味しい。エビ好きにはたまらない。若干エビをくっつけてるあんの部分もあるらしい。1個にエビいくつ入ってるんだろうって感じです。お茶がめちゃ渋い。さっき中覗いたら死ぬほど茶葉入ってた。クーロン半島チムサツイにある香港を象徴するもの。一つ目、かつてはネオンの看板がギラギラ輝いたネーザンロードに面し、マクツと呼ばれていたチョンキンマンション。道にせり出した看板と室外機でカオスのようだった外観も、今ではつるっときれいになってしまい、警備も強化されて安全な雑居ビルに変わったそう。それでも数々の映画や小説の舞台にもなったアンダーグラウンドで多国籍な独特の雰囲気を味わいたくて初めて中に入ってみる。レートのいい両替屋がたくさんあるというので両替をしていこう。コンビニ的な売店となんか携帯アクセサリーとあとカレー屋さんと両替屋さんがいっぱいあります。インド系の人がたくさんいてカレー屋さんだらけだ。どれも本格的で美味しそう。カレーも食べてみたいな。どこが美味しいかな。格安ゲストハウスが多いのでバックパッカーたちも集まる。電気のソケットを一つ買おうとしたらスマホのフィルターを勧められる。いらんて。いやいらんて。出してこんといて。じゃあまあ変えておくか。何？次何出すの？ iPhone7 もいらんてば。あ、香港だら。ミッションコンプリート。 Thank you。バイバイ。ありがとう。次回はカレーを食べに来よう。香港の象徴2つ目はチムサツイ発着のスターフェリー。
香港島ワンチャイ。駅から少し歩いたところにある地元の人でにぎわうチャーチャン店。朝早くから夜まで安い値段と豊富なメニューで香港人の胃を満たすチャーチャン店は香港独特の食堂。素朴で懐かしい感じのパンもいろいろある。その中でも定番なのがパイナップルパン。パン、ご飯、麺、飲み物、メニューの数が半端ない。今日はパイナップルパンと香港ミルクティーの朝ごはんを食べに来た。こちらも定番のエッグタルト。バターを挟んだパイナップルパン。布袋でこしてエバミルクという無糖練乳をたっぷり入れるのが香港ミルクティー。茶葉の風味が効いていてほんのり甘く滑らかな食感。エッグタルトは甘さ控えめ、ほろっと軽いパイのような食感でとても素朴な味わい。そしてパイナップルパン。そのままでも食べるけれど、やっぱりバターを挟んであるのがいい。どうやって食べよう。他のお客さんはフォークで食べているみたいだ。切れないよ。どうしよう。メロンパンに似ているけれど、パンはメロンパンよりもっちりしっかりしてほんのり甘い。表面は薄くてしっとりめのクッキー生地。素朴なパンに塊のまま挟まれたバターが食欲を促進する。西洋の食文化と絶妙に混ざって発展した。これも香港独特の食べ物。チャーチャン店の活気とレトロな雰囲気で味わい深い朝ごはんだった。香港島ションワンのカフェハーフウェイコーヒー。香港に数店舗あるこのカフェは香港ヴィンテージのカップで自家ブレンドのコーヒーを入れてくれる店。テイクアウト用のカップにもこだわりが。カフェラテを頼むとこのように。この店のすぐ隣にはヴィンテージ食器のギャラリーが併設されている。これかわいい。昔ご飯やおかずを入れて運ぶのに使われていたホーローバケツ。どれも素敵だけど残念ながらすべて非売品。仕方がないのでここでイメージをつかんだらお気に入りの食器を見つけに行こう。ハーフウェイコーヒーはアンティーク街の中にあって、カフェを出ると目の前に骨董品の店が並んでいる。いろんなものが雑多に並ぶ中で、これこういうの。値段を聞いてみると、この後紹介するお店の2倍の値段。いい買い物をするならうまく値段交渉しないといけないみたいだ。市内中心地から少し離れたカオルンベイ。駅からショッピングモール、団地、大通りを通り抜けてカオルンベイ工業センターの中へ。
資材搬入用の大きなエレベーターで3階へ。目指すはユニット3。殺風景だけど不思議と味のある廊下の奥にある食器の工房兼倉庫兼お店。手書きの美しい器が所狭しと積み上げられている。うっかりぶつかったら大惨事だ。誰もが細心の注意を払って動いている。食器の山に埋もれるように職人さんが絵付けをしているのも見られる。一流ホテルにも卸している歴史あるお店。お値段は決して安くないので、本気の食器を探す人におすすめの店。もう少し気軽にお買い物をしたい場合は、ホテルの近くのもうちょっとリーズナブルなところで買ってみようと思います。香港島サイインプン駅の近く。まるで街角のタバコ屋さんみたいな佇まいの食器屋さん。小さな小さなスペースにみっちりと食器が詰まっている。ざっと見るとオーソドックスな香港風の食器が一通り揃っている。これ買っていこう。すごい定番の可愛いやつがいっぱいあって、ハーフウェイコーヒーにあったやつ。定番の鶏ガラ。これも買おう。いくつか買ったけど値段交渉をすっかり忘れていた。もう少し安くなるのかもしれない。香港島ワンチャイ。厨房用品なら何でも揃う大きなお店。その一角にある鳥の皿。蓋付きのお鉢もいい感じ。アンティークっぽい雰囲気には欠けるけど、定番の食器がサイズ違いで揃っている。真っ白のお皿もいい。あ、さっきの店より安い。ワンチャイ駅から少し遠いけど、ついでがあれば立ち寄りたいお店。クーロン半島モンコック駅からすぐのセレクトショップ。香港のものはもちろん、日本や韓国のものまで日常使いできて素朴な美しさのある食器が揃っている素敵なお店。ラクダ印の魔法瓶。セレクトショップっていいものが密度高く集まっているけど、その分値段は高いと思っていたんだけど、あれ、このお店、これまでに見たどこよりも安い。しかもかわいい。品揃え、値段、アクセスよし。今回巡った5カ所、この中で私的に一番良かったのはこのお店でした。香港スイーツのジンジャーミルクプリンなるものを今回初めて知った。お友達が勧めてくれたジンジャープリンを食べに行きます。ジンジャーミルクプリンが大好物の香港在住の友人が一番好きだというお店。ジンジャーミルクプリンを作って40年の名店。水牛のミルクを使った昔ながらの製法を今も守り続けているそう。甘さ、辛さは調節可能だけど、まずはそのまま注文してみた。固まるか固まらないかのフルフルの温かいプリン。
ほんのり甘くて温かいミルクに生姜の風味がしっかり効いてる。生姜の酵素と牛乳のタンパク質が結びついて凝固する作用で作るプリン。材料はミルク、生姜、砂糖だけで、この硬さにするには温度調整が大事なのだそう。優しくてピリッと辛くて温まる。体にも良さそうなのが嬉しい。完全にローカルな住宅街の中のお店。ここまで食べに来た甲斐があった。クーロン半島山水坊。美味しい屋台麺を食べたい。途中市場があったので中を通り抜けて、1955年から屋台を出している麺屋さん。長州出身のご主人が作るこだわりの麺。スープから魚団子、タレもラー油もすべて自家製だそう。豚足、牛すじも美味しそう。スープ麺、混ぜ麺、そしていろんなトッピングがあるみたいだけど、看板メニューの醤油あえ麺を食べてみる。茹で上げた麺に特製醤油だれ。混ざりにくいけどしっかり混ぜる。見よ、韓国で鍛えたこの混ぜっぷりを。できた。細くてコシのある麺にタレがしっかり絡んでる。一番搾り醤油にラード、鶏ガラ、金華ハムのスープを合わせた自家製醤油だれ。香港のラー油は結構容赦なく辛い。今日はいろんな材料とかタレとか全部手作りしてるそうなんですけど、美味しい。すごいシンプルだけど美味しい。これは見た目ほど味が濃くない、ちょっと甘くて、あとなんか醤油っぽいけどなんかすごい美味しい味がついてる。ずっと同じ味でも全く食べ飽きない。シンプルだけど深い旨味と甘みがある。麺さんめっちゃ美味しかったです。だいたいみんな私の食べてた看板メニューの混ぜ麺食べてたんですけど、他にもワンタンとか、あと豚足麺とか、牛すじ麺とかいろいろあって、どれも美味しそうでした。香港最後の夜は何を食べようか。ローカルな香港をどっぷり感じられるところがいい。香港島セントラル。調理場にも客席にも熱気があふれる香港式屋台。メニューは肉、魚、野菜、何でもあり。香港炒蛋，然后这个，鱼生鲜油，然后一碗米饭，高米饭，还有青岛啤酒。青岛。あっという間に出てきた。たっぷりの卵とエビ、ネギを塩味でざっと炒めたシンプルな料理。
鶏のお皿だ。たっぷり卵とほかほかご飯を頬張る幸せの味。ブロッコリーの仲間で癖のないガイランという野菜と、プリッと新鮮なイカをオイスターソースなどで炒めてある。ちょっとなんかおうちご飯的なメニューになりました。エビ玉の方はシンプルにエビ玉です。卵が柔らかく、卵たっぷり入ってて、卵3、4個入ってるかも。そしてちょっとしょっぱい。シンプルな塩味で絶対ご飯入れるやつです。こっちもご飯が進む味です。料理の味も大事だけれど、こんな雰囲気、こんな場面、絶対香港映画にありそう。もうこの雰囲気と勢い、活気で3、4倍美味しく感じます。食べ物だけじゃなく、その風景、空気まで一緒に味わえる。これでこそ旅に出た甲斐があるというものだ。香港のノスタルジーを探す旅、大満足のエンディングになった。